はい、皆さん、こんにちは。車の大辞典、カカカシノピーです。今回はこちら、プロスタッフのモンスターサーベラスというホイールブラシですね。こちらを、この間ジェームス行った時に購入したので、使ってみようかなと思います。特徴としては、ホイールの深部の汚れをかき出すと。奥まで洗えますよっていうのが一つ特徴で、3種類の毛で汚れを落とすと。この毛がね、3種類使われてるみたいです。洗浄中の水跳ね抑制、ホイールの奥まで届く、毛が柔らかく、ホイールに優しいということで、結構ね、長めのホイールブラシになっています。プロスタッフね、分かってるなぁといった感じですね。多分社内に洗車が好きだったり、流行りとかをしっかりね、調べてるような方がね、商品開発にいるのかなと思わせるようなホイールブラシです。今のところ。なので実際にどんな感じなのか、今から使ってみようかなと思います。ちなみにね、金額は3500円ぐらいでした。量販店に売ってるホイールブラシの分類で言うと、ちょっと高いんだけども、海外製の EZ ディティールブラシ、あの辺とかと比べると、あれが5000円ぐらいするから、ちょっと安くなっているという感じですね。だからあそこまで手は出ないけどっていう方にもしかしたらおすすめかもしれないと。そしたら早速、外へ、レッツゴー！はい、そしたらこちらがモンスターサーベラスです。実際に開けていこうと思います。結構柔らかいね。毛が3種類あって、ちょっと分かりづらいかもしれないんですが、この黒と緑がまずありますね。で、緑の方は泡が絡みつき、表面の汚れや隙間の汚れを洗浄しますと。泡が絡みやすい毛質になっていると。で、この黒い方、ビニールっぽい素材なのかな。これはウェーブ状の繊維で、細かい砂やホコリを絡め取り洗浄しますと。あともう一個ちょっと硬めのストレートなやつがあるんですが、これは頑固な汚れをかき取り洗浄しますと。結構柔らかいです。サイズ感で言うと EZ のビッグがこれぐらい、ちょっと大きいね。モンスターサーベラスの方が、僕がよく使っている奥まで洗える泡仕立てモップの方がちっちゃいね。大中小っていう感じ。毛がすごい柔らかい。この3つとちょっと使い比べながら洗ってみようと思います。はい、そしたら早速使っていきますか。で、僕よく言ってるんですが、ホイール洗うときは奥と手前はツールを変えた方がいいです。両方同時にいい感じに洗えるツールっていうのはなかなかないので、奥用手前用みたいな感じで使い分けるといいのかなと思います。今回のモンスターマーベラスは奥用。結構細くなるね。ちょっと実際に洗ってみます。キャリパーのところもしっかり洗えます。細くなるのがいいこともあれば悪いこともあると。悪いことっていうことでもないんだけど、洗いやすい。もう少しね、毛量が欲しいなとは思う、正直。他の EZ とか使ってみようか。EZ もかなり入ってくれるんだよね。けど毛がね、ちょっと寝すぎちゃうっていうのが僕の中ではネックかな。柔らかくていいんだけど優しいんですよ。けどしっかり洗えてる感がないってわけじゃないんだけど、これは奥まで洗えるホイールモップね。これだとキャリパーの奥、一番奥までは入んないんですね。で、これもちろんね、入る車入らない車あります。特に車外ホイールに変えてる方ね、ビッグキャリパーとかにしてなければ余裕で入るんですが、入る隙間があるんだったらこの奥まで洗えるホイールモップ結構おすすめです。けどこの車種みたいに完全に奥まで入りきんない場合は、このサーベラスの方がしっかり洗えるね。けど毛量が少ない分、さっき言ったみたいにガシガシしっかり圧を当てながら洗うことは難しい。これはね、けどしょうがない。自分のホイールにどれが合ってるのかみたいな選び方をすればいいだけなんですよ。だから奥まで洗えるホイールモップ、ウィルソンのやつ使ってるんだけど、キャリパーのところまで入りきらないなっていう方は、このモンスターサーベラス結構いいかも。こんな感じでホイールの手前側と奥は使うツールを分けると。ちなみにこのイッツウィンのホイールミット、これはジェームス行ったんですが売り切れでした。結構売れてるみたい。1000円しないので、そりゃこれ1個持っとくよなっていう感じはありますね。僕もね、ホイールブラシもうほんと何十本って使ってきてるので、それぞれの特徴があったりして面白いなと思うんですが、結局ね、使えるものっていうのは数少ないです。使えるものっていうか、これいいな、ずっと使えるなって思うものは結構数少なくて、今回のこのモンスターサーベラスはホイールの大きさ、隙間によっては全然使える商品だなと思いました。もう少し洗ってみようと思います。
入るね。しかもかなり長いので奥まで入れた時に変にガチガチなんない。ウィルソンの淡仕立てモップ、これはすごくボリューム感があってかなりお気に入りなんですが、奥まで洗おうってなった時にどうしてもこの柄がねホイールに干渉しやすいんですよ。これのいいところはやっぱボリューム感があるからしっかり洗える。ボリューム感の割に結構ねしぼんでくれるので奥まで入りやすいけど、モンスターサーベラスの方が奥まで入る。この辺でホイールの一番奥ですよ。なのでその余裕を見てもこの柄が当たることっていうのはないですね。この細身いいね。もうちょいボリューム欲しいけど、あと跳ね返りも少ないです。この緑の毛がしっかり泡立たせてくれるっていうのかな。こうやればやるほど泡が立ってきます。この辺も洗ってて気持ちいいですね。このホイールにはかなり向いてそう。やっぱボリューム感あんまりないからか、この芯のところですね、ここがカリカリ当たる感じがちょっとそこは嫌だな。もうちょっとボリュームさえあればね。今日これいいね。ホイールに合わせて使い分けすると良さそうですね。だからこのホイールっていろんな種類があるじゃないですか。パターンっていうのかな、メッシュとかさ、スポークとかディッシュとか、そのホイールによってどれを使うかっていう、そこがねまた難しくもあり楽しいところでもあるんですが、一つでどうにかするっていうのはやっぱ難しいのかなといった印象ですね。車外ホイールとかでも試してみようと思います。これが軽自動車のホイールなんですが、軽自動車の場合ホイールの幅が狭い、こっちから見たら奥行きがないので、そういった場合はウィルソンとかでもいいのかなと思います。ホイールにねよってほんと変えた方がいいと思います。モンスターサーベラスだと長すぎるかな。まあ長い分にはね問題ないんですよ。短いよりかは長い方がいいかなとは思うんですが、まあ、一旦洗ってみましょう。やっぱりサーベラスよりウィルソンの方がこれだと洗いやすいですね。太さがあるのでしっかり当たってくれる、このボリューム感がとてもいいです。サーベラスだと、まあ、これも悪くないよ、悪くないけどもうちょいしっかり当たってもらいたいな感が若干ある。イージーも悪くないんだけど、やっぱりね汚れを落としたいってなった時にしっかり対象面に当たってるか、どれだけ圧がかかってるかっていうのがすごい大事ですね。よくあるのが洗ってる感あるけど結局しっかり圧がかかってなくて毛の跡が少しワサワサってついてるだけで汚れがしっかり落ちてませんっていうことがあるので、そこはホイールによって使い分けるのがいいのかなと思います。サーベラスはね結構ね純正ホイール、ミニバンとかの純正ホイールとかに向いてるかな、そんな感じのイメージです。だからウィルソンとの違いはこの長さが一番違います。なので奥まで入れた時に棒がホイールに触れない。これ今大げさに奥まで入れてますけど、こういうことね。これがまず一つサーベラスのいいところですね。でウィルソンの方、この毛がね柔らかいから結構思った以上に細いところ、狭い隙間入ってくれるんですけど、やっぱサーベラスの方が細くなる。なのでサーベラスの方がクリアランスがないところもしっかり入ってくれる。その代わり当たりがちょっと優しい感じが若干ある。この当たりとこの当たりだとやっぱサーベラスの方が優しいけど、これもっとクリアランスがない場所になってくるとウィルソンだと入んないけどサーベラスだったら入るし、その分当たりも良くなる。これはやっぱそのホイールによって選べばいいのかなと僕は思います。サーベラス思ったより良かったです。で1個気になったのはこのサーベラス毛が抜けやすいですね。これはちょっと気になりました。はい、といった感じで動画の方以上になります。で今回はこちらプロスタッフのモンスターサーベラスというホイールブラシを使ってみました。金額は3500円ですと。使ってみた感想なんですが、良かった点としては長いことによって奥までしっかり届く。なおかつ結構毛が柔らかいので結構こうしぼんでくれるんですよね。スペースがあんまないところ、特にホイールとブレーキキャリパーの間とかそういったところもしっかり入ってくれるなといった感じです。あと毛もね3種類使われていて泡立ちもよく毛もね柔らかいです。3種類のうち1種類がEG とかに使われてるちょっと固めっていうのかな、しっかりした毛が入っているのでちょっとチクチクはするけど、でもまあどちらかというと優しい分類かなと思います。触ってるとね毛が抜けるんですよ。特にこのチリチリのビニールのボンボンわかります？昔小さい頃作ったさセロハンで作るボンボンの細かい毛みたいなのがちょっと抜けるかな。で緑の毛はね結構優しいね。これだけだと毛が寝すぎちゃうのかな。なんかまあ3種類入れてる感じはあるんですが、まあとても使いやすかったです。
で、気になる点としては、ちょっと優しすぎるかなっていうところかな。もうちょっとボリュームあってもいいかなとは思うんですよね。いや、このボリュームを増やすと隙間入らなくなってくるので、また難しいところだと思うんですが、僕はね、もうちょっとボリュームが欲しいなとは思いました。これ曲がります。なので裏側とかも洗えます。それぐらいかな。だけど物としてはすごいしっかり作られているなといった感じです。個人的にはやっぱりこのウィルソンの奥まで洗えるホイールモップ、これがねやっぱいろいろ使ってきた中で結構優秀すぎる。このボリューム感がね何とも言えないんですよ。素晴らしいけど、これもねボリュームが結構あるので、スペースがないね車両はちょっとそのキャリパーとホイールの隙間難しい時があるんですよね。先っぽしか入んないみたいな時が。けどこれはもう長さがちょっと短いので、奥洗う時に柄のところがカタカタいって嫌だなっていう部分もあるので、もうそういった意味ではこのモンスターサーベラスはかなり考えられてるなと。個人的にはね、これぐらいちょっとボリューム欲しかったなっていうのはあるんですが、ホイールによってやっぱ形状が全然違かったりね。あと車両とホイールのマッチングで、キャリパーとホイールの隙間、スペースっていうのが全然違かったりするので、どっちをどう選ぶか。しっかり洗いたい人は、このウィルソンの方が結構しっかりボリューム感があってゴシゴシ洗える感じ。サーベラスの方は細いところいけるけど、スペースがある程度あるところはちょっとね優しすぎるかなとは思いました。その代わりそのスペースないところにしっかり入った時は、スペースがない分しっかり当たってくれるっていうのかな。だからこれはもうホイールとの相談かなといった感じです。非常に使いやすかったです。個人的にはウィルソンの奥まで洗えるホイールモップかなりおすすめなので、これじゃちょっと洗えないよみたいな、スペース入んないよと思ってる方はこっち検討するのも全然ありだと思います。泡立ちも良かったので、気になる方はぜひ購入してみてください。とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。